息子の智也が塞ぎがちになったのは、高校2年に上がってすぐのことだった。原因はわかっている。俺たち夫婦の離婚だ。母さん浮気してるよ。唐突に智也からそうメールがあったとき、俺はいつものように残業をしていた。時刻は夜の10時を回っている。ふみが浮気？俺は帰り支度をしながら智也にメールを返した。どうした？いきなり。今から帰る。返事はなかった。妻のふみは看護師をしていて、昼夜2交代のシフト。確か今日は夜勤のはずだ。智也のやつ、突然どうしたんだろう。ざわざわと嫌な気分で帰宅した。家に戻るとコンビニ弁当がテーブルに置かれている。最近のふみは料理もしなくなった。弁当をレンジに入れると、俺はネクタイを緩めながら智也の部屋をノックした。智也、父さんだ。起きてるか？ドアを開けると智也はベッドで携帯をいじっている。どうしたんだ、あのメール。俺が聞くと、智也は体を起こし、俺に携帯を見せてきた。録画された動画が始まり、ふみと知らない男が画面に出てきた。二人は抱き合い、そして。やめろ、なんだこれ。最後まで見ることができずに、俺は言った。なんだこれって、見たらわかるでしょ？母さんだよ。浮気してる母さんじゃないか。最近学校から戻るとタバコの匂いがして、ゴミ箱に吸い殻があったんだ。母さんは絶対に吸わない。おかしいと思って、こっそりカメラを仕掛けたんだ。なんてこった。父さん、僕はもうあの人とは話をしない。もう僕の母さんじゃない。そういった智也の顔があまりに悲痛に歪んでいて、俺は情けなくて涙が出てきた。もう寝る。智也はそう言うとベッドに潜り込んだ。俺は部屋の明かりを消し、智也、ごめん、と声に出した。父さんが悪いわけじゃない。布団の中から智也が言った。俺はやるせない気持ちでドアを閉めた。俺はその翌日、有給を取り、ふみの帰宅を待った。そして、智也の動画を見せた。あれこれ言うつもりはない。もう弁護士には依頼してある。君も好きなように。離婚届は今日もらってくる。細かいことは弁護士に。放心した様子のふみは、わかったわ、とだけ言って、そのまま荷造りをして家を出た。それが半年前のことだった。ふみと離婚が成立してから、智也はほとんど笑わなくなり、学校には行っているようだが、会話らしい会話はぐんと減った。会社が休みの日には、うるさいくらい学校の出来事を話してくれたのに。俺は考えた末、上司に言って部署移動を願い出た。給料は減るが、毎日定時で帰れる。ふみの慰謝料もあるし、しばらく金の心配もいらない。智也、父さんこれから毎日定時で帰れるから。俺がそう言うと、智也は携帯を見ながら、そう、と気のない返事をした。ああ、それでな、父さん、毎日弁当を作ろうと思うんだよ。智也が顔を上げた。弁当？ああ、お前と俺にな。時間もあるし、父さんちょっと料理を頑張ろうかと思ってさ。智也はそう言うと自分の部屋に戻っていった。
弁当なんかで息子が元気になるとは思えないが、なんとか少しでも親子の会話が増えたらいい。そう思った。翌日、会社の女性社員に聞いてみた。息子さんのお弁当？ああ、私の妹なんかはキャラ弁持たせてるって言ってましたけど。キャラ弁？ネットで検索すると、キャラ弁なるものが出てきた。なるほど。何かのキャラクターをかたどった弁当で、キャラ弁か。それにしても、みんなこんなのよく作るな。毎朝こんなことやれるのか。俺はため息をつきながら手元のノートに作れそうなキャラ弁のデザイン画を書き入れた。翌日、朝の4時に目覚ましが鳴り、俺は弁当作りを始める。テレビアニメのキャラクターは俺には難しすぎたから、まずは日本昔話でいこう。今日は花咲じいさんだ。自分で書いたノートを見ながら、桜に見立てたハムを切り、海苔を切り、ようやく完成すると、もう7時近かった。おい、智也。ほら、弁当。俺が渡すと、本当に作ったんだ。と返事をして家を出た。きっとあいつ喜ぶぞ。俺は自分用に握り飯を作ると会社に行った。その晩、智也の感想をワクワクしながら待っていたが、帰ってきても何もコメントがない。おい、智也。今日のお弁当、どうだった？どうって、何が？普通にうまかったけど。うまかったならいいけどさ、花咲じいさん、どうだった？何それ？キャラ弁だよ、キャラ弁。すると智也は、ぷっと吹き出した。ああ、わけのわからないごちゃごちゃのおかず、なんかのキャラなの？お前ね。俺は脱力したが、久しぶりに智也の笑顔が見られて嬉しくなった。日本昔話シリーズだからな。俺は翌日、そう智也に念を押した。そして、時々寝坊しながらも、あいつのためにキャラ弁を作り続けた。数ヶ月も経つと慣れてきて、なかなか精度の良い弁当が作れるようになった。そして、調子に乗って、糊で文字を切り貼りし、簡単なメッセージを残すようにした。期末テスト、頑張れ。体育は根性だ。今日もお前を愛している、父。考えてみたら赤面者だが、弁当の蓋を開けた瞬間の智也の顔を想像すると、一人でにやけてしまう。劇的に智也に元気が戻ったわけではなかったが、それでも昼時に、今日の弁当は超ウケる、なんてメールがあると、作ってよかった、と心底思った。その頃の我が家の冷蔵庫は小さなタッパがずらりと並び、簡単な飲食店なら開けるんじゃないかと思うほど食材が充実していた。父さん、週末友達を呼んでいいかな？みんながキャラ弁作る父ちゃんの飯が食いたいって。なんて智也が言うものだから、俺は嬉しくなって腕によりをかけて大ごちそうを作ったりもした。息子の嬉しそうな顔が見られるのが何よりの幸せだった。そして、智也が高3の秋、我が家に大事件が起きたのだ。何の音だろう。俺は不意に目を覚まし、時計を見るとまだ深夜2時だった。
何かの電子音が智也の部屋からしている。なんだ、あいつ。こんな夜中にゲームでもしているのか。気になるので耳栓でもして寝ようか。そう思っていると、ほどなく音も静まって、俺は再び布団にくるまった。うわぁ！翌朝、智也の叫び声で俺は飛び起きた。なんだ？どうした？俺は驚いて智也の部屋に飛び込んだ。智也は携帯を見ながら手を震わせている。どうしたんだ？すると、智也はその携帯を俺に見せた。なんだよ、俺の作った弁当の写真？お前、写真なんか撮ってたのか？でも、それが何なんだ？見てよこれ。やばい、なりすぎて充電が。言いながら智也は携帯を充電器につなぎ。いいかい、父さん。音を出すよ。俺はわけがわからない。俺の弁当の写真がどうしたって言うんだ？これは昨日の音じゃないか。なんかうるさくて途中で消音設定に変えたから気がつかなかったけど、超バズってる。通知が止まらないよ。通知？ちゃんと説明してくれよ。なんだよ、バズってるって。智也は興奮して真っ赤な顔をしている。僕さ、父さんの弁当、毎日 SNS に投稿してたんだ。面白い時にはそれなりに高評価だったけど、まさかこんなことになるなんて、すごい数なんだよ。大勢が俺の弁当を見てるのか。大勢なんてもんじゃないよ。ちょっと待って。うわぁ、35万いいねだって。すると、いきなり家の電話が鳴り出した。すみません、森田ですけど、智也くんいますか？あ、お父さん？弁当見ましたよ。すごいですね。おはようございます。私、川野と申しますが、智也くんいますか？なんてことだ。家の電話も止まらない。そして、今度は俺の携帯だ。おじさん、お弁当見たよ。おはようございます。いつもお世話になってる。俺は怖くなって、携帯の電源を切った。僕もしばらく切っとこうかな。智也が言ったとき、また携帯が鳴った。もしもし。は？ちょっと待ってください。ねえ、父さん、なんかテレビ局だって。はぁ？わかんないけど、あさびテレビだって。おはようございます。モーニングセブンのものですが、楽しい投稿写真拝見しましてね。テレビで取り上げてもよろしいでしょうか。俺たちは顔を見合わせた。家電の電話線も抜こう。キリがないぞ。携帯を切り、電話線を抜くと、家に静寂が戻った。朝から疲れさすなよ。僕だってびっくりさ。なんだ、バズった写真は、昨日の写真なのか？違う。いつのか忘れたけど、浦島太郎だったよ。ほら、あの玉手箱が昆布の佃煮だった。ああ、あれか。なかなかいい出来だったもんな。バズるのもわかる。父さんがバズるとか言うとおかしいや。そうか？よくわからんが、別に悪いことじゃないんだろ？
うん、面白いこと。それに、嬉しいことかな。なら、よしだ。父さんは朝飯を作る。ねえ父さん、もし取材みたいな連絡があったら受けていい？好きにしろ。俺は忙しいから、お前が代行しろ。了解。智也は笑って部屋に戻った。あの日バズった智也の投稿写真は50万以上のいいねというマークがついた。そしていろんな報道番組で取り上げられ、俺はエプロン姿でインタビューまで受けた。はあ、息子の喜ぶ顔が見たくて始めました。なんて間抜け面で話す俺を智也は笑いながら動画に撮った。それからも俺は毎日智也に弁当を変わらずに作った。明日はさ、カチカチ山でお願い。なんてオーダーまでしてくる始末だ。会社でも話題になってしまい、俺は恥ずかしいやら誇らしいやらで何とも困り果てた。そうこうしているうちに、無事智也は目指していた大学も決まり、弁当最終日になった。なんだか感慨深いな。俺は泣きそうになりながら最後の弁当を桃太郎で締めくくった。いつもより早く起きた智也が台所で何やらやっている。何してるんだ。学校遅れるぞ。俺が言うと、今日はさ、僕も父さんに作ったよ。そう言って弁当箱を見せてくる。白飯に海苔でメッセージが書かれている。父さん、毎朝、弁当ありがとう。それを見て、俺の涙腺は崩壊した。泣かせるなよ。俺は持っていたカメラで、桃太郎の弁当と智也の弁当を並べて写真に収めた。大変な毎日だったけど、作り続けてよかった。俺は泣きながら智也の弁当を見つめた。その春、俺の作った弁当写真の本が発売されることになった。ねえ父さん、表紙の写真はどれがいいかな？やっぱり浦島太郎？すっかり明るくなった智也は嬉しそうにパソコンの画面を見つめている。お前が選べ。ただし、最終ページの写真だけは俺に選ばせてくれ。わかった。任せて。息子の元気な声を聞きながら、俺は自分で撮った息子の弁当の写真を眺める。あいつがいつか結婚して孫が生まれたら、また孫に弁当を作ろう。じじいのキャラ弁も捨てたもんじゃない。